おはようございます。しゅがです。今日の FD レストアはこのロータリーエンジンのオーバーホールを進めていきます。リベンジ。部品取り2号機から外したロータリーエンジンをオーバーホールしていきます。この青い FD1 号機のエンジンがブローしてて使えなかったので、次はこいつをオーバーホール進めていきます。使えるかどうかはわからない。もしかしたら使えないかもしれない。正直あまり期待はしてないです。使えたらラッキーぐらいな感じですね。そもそも動くのかどうかも不明。何年寝かされていたかも不明。結構部品は錆びがすごかったり、オイル漏れしてたりとかして状態は良くないです。ただ、ローターとハウジングさえ生きていれば、それ以外の消耗品は交換してオーバーホールできるので、うまくいけば自分でオーバーホールできるかな。そう、オーバーホールやってみたいんですよ。今までやったことないから、自分でロータリーエンジンをちゃんと組み上げてみたい。ただ、使える状態にあるのかどうか。もしこのエンジンも使える状態になかったら、もう諦めて次は新品のエンジン買います。ただ、バラしてみて運よく使えそうだったら自分でオーバーホール。そういう感じですね。とにもかくにもバラしてみないと、エンジンの中がどういう風になってるかはちょっとわからないので、とりあえず今回の動画でエンジン全バラしやっていきたいと思います。作業に入る前にしっかりと物撮りをやっておきます。今の状態こんな感じ。プーリーとかは錆びすごいね。エンジン本体もアルミの錆びが結構出ている。オルタネーターも結構すごい。ただ、この辺の錆とかはブラストかけて綺麗にしてあげればいくらでも使いようあるし、1号機の部品がね、全然使えると思うので。錆のひどいやつとかは1号機の部品と2個1で組むかもしれないです。あと、1号機についてなかった部品がね、結構このエンジン残ってまして、エアコンのコンプレッサーとか、タービンとか液マニとか、結構ね、補給類が残ってるんですよ。だから1号機のエンジンやった時よりも外さなきゃいけない補給類たくさんあります。ちょっとそこで作業時間はかかりそうだね。あとはクラッチか。クラッチはね、純正のクラッチですね。社外品とかは入ってないんで、もしかしたらこのエンジン使えるかもしれない。そこまで酷使されてたエンジンじゃなさそう。タービンもノーマルだしね。そこがまだちょっと希望が持てる部分かな。あとハーネスとかね、この辺ももうぎゅうぎゅう詰め状態で外すの大変そう。それじゃあ分解作業を進めていきます。とりあえず外せるものをどんどん外していく感じかな。補給類からいきましょう。まずはエアコンとオイルポンプから。ダメだね。この辺は全部リビルトに交換かな。エアコンのコンプレッサー。パワーステポンプ。次はエンジンの反対側、タービンとか外していきます。とりあえずここのインテークパイプ外す。よいしょ。ゴムホース類は再使用する予定ないんで切って外しちゃいます。よいしょ。よし。エアーポンプ。これで触媒に空気を送ってます。配線が、これ戻すの厄介だな。すごい細いホースとかがいっぱいついてる。インテークパイプ。次タービン外していきます。結構ね、
細かい部品たくさんついてて、ホースとかいっぱい外さなきゃいけないものあるから、ちょっと時間がかかりそう。取れた。はい、タービンが取れました。タービンはツインターボですね。こっち1つ、そしてこっちにも1つ。裏側はこんな感じ。低回転で1個回して、で高回転になったら2個同時に回してブーストを稼ぐっていう形ですね。シーケンシャルかな。シーケンシャルターボでいいんだよね、 FD って。もしかしたら常時ツインかもしれないけど、どっちかわかんないけど、まあツインターボです。これは再使用できるかな。あ、ダメかもしれない。シャフトのガタが結構ある。カメラで映るかわかんないけど、ちょっと音も。ほら、結構ガタがある。これはダメだね。タービン交換だね。いや、残念。やっぱりダメだったか。とりあえずこれは返却用のコアになるかな。次前側、オルタとか外していきましょう。オルタネーター。ウォーターポンプ。さあ、こっからがすごく難しいところ。インマに外していきます。ホースとかハーネスとかがすごいいっぱい絡んでる場所。よいしょ。取れた。とりあえずインマニの上側、サージタンク部分取れました。裏側にもね、こんだけ配管つながる場所があります。うわ、中がもうブローバイで真っ黒。うわー、知恵の輪だね、ほんと。何をどう外していけばいいのか。これは大変だ。どっから行けばいいんだろう。どの道全部バラバラにはしなきゃいけないんですけど、下手にバラバラにすると戻せなくなりそうだから、できるだけアッセンブリーでゴソッと外したいですよね。この辺のイグナイターとかコイルとかアッセンブリーでゴソッと外して、こっちもインジェクター側ゴソッと外して、で後で一つずつチェックして戻していくような感じかな。そんな感じで進めたいと思います。ここの配線外し、本当に大変でした。映像だとサクサク進んでるように見えるんですけど、映像の速さ200倍速です。めっちゃ時間かかってます。組み戻すとき間違えたりしないように写真たくさん撮って、一つずつ印つけて、ちゃんと様子を伺いながら外していくような感じでやってました。ちなみに写真、そのうちインスタグラムに上げると思います。最近ね、スマホの容量圧迫しちゃって、インスタに作業中の写真を載せてます。映像だと分かりにくかったシーンとか、写真で詳しく見えることもあるかもしれないので、よかったらインスタフォローよろしくお願いいたします。
映像はそっくりなカプラーが2つ並んでついてたんで、戻す時間違えないように色で識別して外しているところです。エンジンの熱害でカプラーのプラスチック何個か割るかなとか思ってたんですけど、奇跡的にカプラーは割らずに外すことができました。ただ、ハーネス保護してるコルゲートチューブっていうんですか、あれがね、もうバッキバキ状態で、さすがにちょっとこれは巻き直しやらないとまずそうな気がします。多分、エンジン組み直すときに直すと思います。シングルポートのインジェクターです。ただブラケットがサビッサビインジェクターもリビルト品に交換だな。ノックセンサー、なんか22のジムニーと似たような感じのノックセンサー。あ、嫌な感じがする。プラグが錆びてる。ダメなのか。とりあえず分解続けるけど、こっちは平気。フロント側がダメかもしれないとにかくバラしてはみますけど、あんまり期待しない方がいいかもね。あらかた補給類は外し終わったんで、次エンジンスタンド用のプレートつけていきます。よし、これでエンジンスタンドに乗った。先にエンジンオイル抜いちゃいます。あんまり状態いいのじゃないのは分かってるけど、下ろす時にも真っ黒黒だったのはね、知ってるから。あれ、そんなに出てこない？オイルの色はこんなに真っ黒。車から下ろす時にね、オイルクーラーから出てきたオイルがこれでしたからね。この状態なのは知ってたけど、改めて見ても真っ黒だね。そしたら駅マニ周辺外していきます。まずこれ、ウエストゲートバルブじゃなくて、ここのなんだっけ、アクチュエーターのところ、これ外します。次、遮熱板外します。おお、なんとこった。ネジが固着してちぎれた。まあいいや、とりあえずこれで外れるでしょう。遮熱板ボロボロだな。これ新しいの買わないとダメだな。これで駅マニが取れました。あれ、そんなに状態悪くはないかな。プラグが錆びてたからローターもサビサビかなと思ったけど、全然この排気ポートから見る分にはめっちゃ綺麗。すすけてはいるけどね。でもなんかちょっとサビいるかな。
これ今映してるのがフロント側。錆なさそうっすよね。ローターも奥の方に見えるけど。でこっちが後ろ側。でもちょっとなんか錆がいるな。錆これでもポロポロしてるな。今外す時に何かこう錆が入り込んだ。いやなんか微妙だな。微妙だな。まあでもカーボンたっぷりなのははっきりとわかるね。ちなみにインテーク側こんな感じ。こっちは特に何も見えないね。上に見えてる引っ掛けるなんか変なやつ、これはねインジェクターが来るところです。インテークの方はそんな特に何も感じないけど、エキゾースト側が特にここだな。なんかこのサビの粉みたいなのが何なのかが気になるな。まあバラせばわかるからもう少しバラしていきましょう。次メタリングポンプ外しちゃいます。燃焼室にオイルを吹いてるやつ。ここまでバラすのがね前回経験してないからちょっと手こずったけど、こっからは多分今回はそこまで手こずらずにいけるでしょう。それじゃあ細かい部品もいっぱい外してどんどんエンジンをバラバラにしていきたいと思います。クラッチ外します。多分普通の車と何ら変わらないクラッチだと思う。じゃんと。すげえフライホイール錆びてる。これはまあクラッチはまだ残量あるな。クラッチはまだ使えるぐらい。再使用はしないけど普通に乗ってるんだったらまだまだ交換タイミングじゃなかったぐらいの残量が残ってる。クラッチカバーも錆びてるけど別にそんな変な感じはない。フライホイールはまあこの錆は放置されてた錆だね。となるとこれやっぱりエンジンダメなのかな。車を乗らなくなる理由って大体エンジンがダメで動かさなくなるパターンな気がするよね。これが油圧センサーかな。よいしょ。よし、準備 OK。終わった。よし OK。
っしゃ、フライホイール。まあまあ重いな。あ、でもジムニーとかのに比べると軽いかもしれない。全然軽いわ。裏側もそれなりに肉抜きしてあって、これがね、重り、バランスの重り、カウンターウェイト、フライホイールが兼ねてます。で、ひっくり返すとオイルとクーラントがジャバーっとなるから、下にトレイを置いといて、これでエンジンひっくり返します。オイルパン外していきます。これ一回やってるんだ。液体ガスケットがすごいことになってる。オイルパンだけかな、エンジンそのものもやってんのかな。ボルトの方にまで液体ガスケットべっとり。ここもほらはみ出したのがすごいことになってる。オイルパンだけ付け替えたんじゃないかな分かんない。外してみないと分かんない。なんかやけに部品が一個一個綺麗だな。オイルはすごい汚いけど、なんか部品のオイル焼けが全然ない。なんか怪しいな。うわー、オイル真っ黒。でもサビはないな。パッと見こっから見えるローター、エキセントリックシャフトは、平気そうに見えるけど、あとはこのボルトを外してハウジングを取れば中が見えます。よし、それじゃあボルトを外していきましょう。一応順番通りちゃんと外していきます。順番間違うとハウジングがこう歪んでしまったりとか、なんかおかしくなって再使用できない場合があるらしいので、念のためまだこのエンジン使えるか使えないかがわからないからちゃんと外します。こんな緩い？すっげえここのボルト緩かったけど。1、こっちはちゃんと閉まってる。でもちょっと緩くね。2、ちゃんと閉まってるわ。で次また順番通り全部外しちゃいます。なんかここのボルトだけ抜けない。引っかかってる。あれ曲がってんじゃねボルト。
あ、ボルトちょっと曲がってんね。なんか怖くなってきたなまあでももうローターとご対面だからね。もうローターに出会えますよ。あとこれ外せば OK。いくよいくよ、せーの、ドーン。お錆はない。サイドハウジングも綺麗。おっと、これは期待値あるぞとりあえずリア側のローター、まだね、このサイドシールとかコーナーシールとか弾力があるって言い方おかしいけど、まだかじってない、固着してない、ちゃんとテンションがあります。指で押すと戻ってくる。固着してない。で、ローターも錆びがない。ローターハウジングも傷はないっすね。今こうパッと見た感じ。サイドハウジングも1号機のはサビッサビだったんですけど、2号機のは綺麗ですね。ここのレモンマークでしたっけ、ローターが動いた跡はあるけど、状態良さげじゃね。あとここの段差もないね。ここ1号機、ここに深い溝、サイドシールがこすった時の溝がついてたけど、これないです。この辺のシミみたいなのはカーボン汚れとかかな、もしくは油の焼き付きみたいな、そんな感じかな。綺麗に掃除してみないと分かんないですけど、これはあるんじゃない？冷却水が通るところも錆びなくてめっちゃ綺麗。ずっと放置されてたエンジンだったから、オイル入れずにこう動かすと傷入ると思って一切これ回さなかったんですよ。エキセントリックシャフトずっとこのまま車から下ろした状態っていうか、買ってきた状態からエンジン数ミリも動かしてないです。あ、ちょっとなんかここ線傷っぽく見えるけど、まああれ、これはワンチャンあるんじゃないでしょうか。ちょっとこのままばらしていきます。これでローターを少し持ち上げて、アペックスシールが飛ばないようにバンドで縛って、ちょっと錆びがいる。アペックスシールはちゃんと固着してない。ほら、錆びがちょっといるけど、磨いてどうにかできるレベルじゃないかな。裏面ちょっといるけどどうにかなりそう。あ、サイドシールが外れちゃった。抜けた。なんかエンジンオイルの感じからしたらもう諦めが入ってたんですけど、希望が見えてきたな。センターハウジングも綺麗よ。ほい。お、綺麗。あ、コーナーシールが外れた。
あれあれ、めっちゃ綺麗ですけど。エキセントリックシャフト。ローター。よいしょ。アペックスシールもちゃんとしてるし、ちょっとカーボンがすごいのと、若干やっぱさっきのローターと同じように端っこだけサビがなんかいるけど、めっちゃ綺麗むしろ綺麗すぎて怖いぐらい。はい、ということでロータリーエンジンの分解が終わりました。外した部品たち並べてみました。結構やっぱ部品の数あるね。1号機の時よりも補給類が多いからすごい部品の数。そしてここに並んでるのがハウジングとローター。こっちがリア側のハウジングとローターで、こっちがフロント側のハウジングとローター。錆もなくて状態は良さそうな気がする。これがフロントのハウジング。こっちはインターミディエイトハウジング、中間のやつです。オイルが真っ黒だったからね、あんまり期待してなかったけど意外と状態悪くないですよね。これフロントカバー、オイル焼けが全然ないんですよ。なんかオーバーホールしたてのエンジンのような、そんな気もしないでもない。でもこれステーショナリーギアとか見ると、ここに入ってるオーリングももうカッピカピでガッチガチだし、メタルもねそれなりに減ってるんですよね。こっちアングルの方が見やすいかな。まあまあメタル減ってます。オーバーホールでメタル交換しないこともあるかもしれないけど、ロータリーここまでやるんだったら普通メタル変えるよね。ローターもね結構メタル減ってるんすよね。ローターの方が減りが激しい。エキセントリックシャフトの回転でシャフトが回るのにローター3回転だから、そりゃローターの方がメタルの減りは激しいですよね。ここまで減っててオーバーホールしたてっていうのもなんかちょっと違う気がするんだよな。でもオイル焼けがないんだよな。なんかちょっと不思議なんすけど、どういう状況これ。めちゃくちゃオイル管理の良かったエンジン。最後だけもう乗るのやめるからって言ってオイル交換してなかったパターンかもしれないし、オーバーホールして数キロ走ってもうなんか調子悪くなったから放置車両になっちゃった車かもしれないし、ちょっとよくわからないね。ただシール類とかこの辺のパッキンとかこういうの見ると、それなりに距離と年数は経ってそうな気がするようなエンジンですね。そしてサイドハウジング、これね段差全然ないんですよ。レモンエリアとか このマークね、このローターが動くマークの部分とかちょっと段差はあるけど1号機に比べると全然ない。ローターはねカーボンすごいです。あんまり高回転回してなかったのかなーって感じ。剥がれかけのカーボンとかすごい感じ。ハウジングの状態も悪くない。悪魔の爪痕とかって呼ばれる横に入る傷とか、あとローターが動いた時に入るアペックスシールの擦り傷みたいなのとかも全然ないです。結構この排気ポートの周りとかね、かじった跡とかあったりするみたいですけど、ここら辺も全然綺麗。果たしてこのエンジン復活できるんでしょうか。とりあえず掃除しないとわからないね。
きれいに汚れを落として、そして寸法測定、ちゃんと基準値以内に部品精度が収まっているのかどうか、そこが大事。基準値内に収まっていればオーバーホールできると思う。とにもかくにも掃除からですね。補給類は1号機になかった部品も全部揃っているので、これでエンジン組み上げられると思います。ただ結構部品の状態が良くないというか、アルミも白錆出ててガビッガビだったりするのが多いんで、全部きれいに掃除して、インマニとかこの辺は1号機の使おうかな。1号機と2号機の部品2個1で組み上げるような感じにしよっかな。多分その方がいいエンジンができますね。ただエアーポンプとかエアコンのコンプレッサー、あとウォーターポンプ、そしてタービン、この辺はリビルトに交換になるかもしれないんで、部品1個ずつチェックして使えるか使えないか判断しながら作業を進めていくような感じになると思います。最悪ここエンジン、ローターとかハウジングがダメだったとしたら、次は新品エンジンを買うことになるので、新品エンジン買ってもね、ここのショートブロックっていう本当エンジン本体だけで補給類はついてこないから、どのみち補給類はね、しっかりとメンテナンスしなきゃダメなんですよね。だから今後の動画で部品洗浄、そして補給類の整備などなどやっていくと思います。はい、ということで本日はロータリーエンジンの分解の動画でした。オーバーホールできるかな。部品の精度が出てるといいね。ダメだったらもうショートブロック買います。でもオーバーホールやってみたい人生初ロータリーエンジンのオーバーホール。部品の精度が出てることを願って次の動画ご期待ください。動画の続きが気になるという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。登録してもらえると新着動画の通知がいくんで見逃すことがなくなると思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイ。